今日はですね、高市早苗首相が、基礎的収支、プライマリーバランスの黒字化目標を単年度ではなくて複数年度に見直しを検討するという、そういう答弁をですね、国会でしたということが今ニュースになってきております。これについて解説したいと思いますが、このプライマリーバランスの黒字化というのはもう1990年代からですね、日本はずっと赤字の状況になって、国債の発行に頼らずですね、税収で、その歳出を賄えると。そういう状況を黒字にするっていうようなそういう状況なんですけれども、それをですね、単年度、一応骨太の方針にはですね、今年度もそのプライマリーバランスの黒字化を目指すと書いてあるんですが、それを見直しを検討していると。複数年度で考えると、そういうふうに言ってると。財政健全化の一つのこれは目安なわけですけれども、G7 各国は基本は複数年度でみんな考えてると。単年度で見直しを検討しているのは日本だけだというような、そういった答弁だったらしいんですけれども、高市内閣での財政健全化の一つのその目安というのは、国債の GDP 比どれぐらい発行しているのか、それを健全化の目安にしたいということで、はっきり言ってこれはもう積極財政ゴリゴリやっていくと。今年度の補正予算からもゴリゴリやっていくと。責任ある積極財政というのをですね、後押ししたというか、念押しをしたような、そういうふうなものだというふうに考えるといいのかなというふうに思います。ということで、財政出動めちゃくちゃいきます。税金使って、どんどん公共事業とかもやっていくようになると思いますし、成長分野に対する投資もゴリゴリやっていくと。今年度の補正予算からやっていくということで、公約通りといえば公約通りなんですけれども、市場はですね、そこまで織り込んでいるかどうかというと微妙なところでございまして、まだまだ、つまりインフレが加速するってことですね。だから、ますます、いわゆる庶民の暮らしっていうのはきつくなるんではないかなと思います。消費税を下げるとか、それどころの話じゃねえよな、みたいな話で。消費税下げてもインフレ圧力にはなりますけれども、積極財政もインフレ圧力にはなるので、また物価が高騰してですね、の割には給料なかなか上がんないよね、みたいな。やっぱり物価が先に上がって給料が後から上がっていくみたいな話なんでしょうけれども、これからやっぱりその AI 時代になっていくので、むしろ AI 使いこなせない人材、あるいは AI に仕事で負けちゃうような人材は、もう給料なんて永遠に上がらないわけですけれども、そういう人たちっていうのは、そういう風になるってことをですね、まず理解してないので、ますます苦しくなっていくのではないかなと思います。あと、現預金しか持ってないような人、株式投資とかね、新NISAが始まった時に株式投資とか始めてたら、ウハウハかもしれないんですけれども、日本株でも S&P500 でもね、オルカンでも何でもいいですけど、今円安になってるんでね、インフレになると円安も当然加速していくわけですから、株式投資をしてた人たち、新NISAとかでやってた人たちは、勝ち組でしょうね。あと、タワマンとかをタワマンバブルだとかって言われながらも買っていた人たちとかですね。インフレっていうのはですね、現金の価値が下がって、つまり日本円の価値が下がって、そういった不動産だったりとか株だったりとかそういったものが上がっていくっていうのがインフレの状態なので、現金ではなくて物で持ってる人たちが勝つというか強いっていうのが今の状況です。まさにそれを高市首相は今日国会で表明されたわけですから、もしかするとまた株式市場がドカンと盛り上がるかもしれないし、円安は加速するかもしれません。めちゃくちゃ国債の発行残高があるんで、政府が結構厳しくなるんですよね。金利が上がると。なので、なかなか動けないような状況にございます。ということで、我々ができる対抗策ってのはとにかく株とか不動産とかそういうのを買うしかないよねっていう結論になりますということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。